こんにちは、梅野です。憧れていた一眼レフやミラーレスを買ってみたものの、専門用語が多くてよくわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。僕もカメラを買ったばかりの時は専門用語が多くてよく分かりませんでしたので、それはひとまず置いておいて写真撮影をしてたんですけれども、今昔の写真を見返してみると結構とんでもない設定でカメラを撮ってたりして驚かされます。で、最近のカメラっていうのは非常に優秀なので、シャッターを切るだけでもいい写真を撮ることができるんですけど、専門用語でそこからの設定っていうのを覚えていくことで写真のクオリティをどんどん上げていくことができますので、ちょっと苦手意識もあると思うんですけれども、是非専門用語を覚えてほしいです。今回は初心者の方にまず覚えてほしい専門用語5つをご紹介したいと思います。カメラや写真の専門用語はいろいろとありますけれども、まずは写真のクオリティに直結する部分から覚えていきましょう。そうすることで、撮れる写真の違いを感じやすくて楽しく学んでいけるんじゃないかなと思います。まず覚えるべき専門用語5つございます。まず絞り、シャッタースピード、露出、ISO感度、ホワイトバランス、この5つをまず覚えてほしいです。特に絞り、シャッタースピード、ISO感度、ここは写真を撮る上で重要かつもう基礎的な部分になりますので、まずこの3つだけでも覚えてほしいです。それでは早速、それぞれどういう意味なのかご紹介していきます。覚えるべき専門用語その1は絞りになります。絞りはレンズを通してカメラに入る光の量を調整することができます。これを数字で表しているのが F 値というものになります。カメラのモニターに F3.5 とか F5.6 みたいな数字が表示されると思います。それが F 値であり絞りのことになります。ではこの F 値が変わると写真はどう変化するのか。一番わかりやすいのはピントが合う範囲っていうのが変わります。F 値が小さいほどピントが合う範囲が狭くなりまして背景が大きくボケます。反対に F 値が大きいほどピントが合う範囲が広くなって背景はそんなにボケなくなって全体的にピントが合う写真を撮ることができます。実際に F2.8 で撮った写真と F10 で撮った写真を見ていきましょう。F2.8 で撮った写真はピントが合っている部分の前後がボケていると思います。で F10 で撮影した写真は手前から奥までだいたい全体的にピントが合っていると思います。これが絞り F 値を変えることで得られる違いになります。ボケ具合っていうのは F 値だけじゃなくて被写体とレンズの焦点距離の違いにもよっても変わりますので、この辺りはまた今度別で解説します。F 値を変えるとピントが合う範囲が変わるということが分かったと思いますけれども、もう一つ覚えてほしいことがあります。それは F 値を変えるとカメラに入ってくる光の量が変わるということです。F 値が 2.8 と小さい数字の場合はカメラに多くの光を取り込むことができます。F10 と F 値が大きいほどカメラに入ってくる光の量が減ります。これは次の項目シャッタースピードに影響しますので、このことも覚えておいてください。覚えるべき専門用語その2、シャッタースピードになります。シャッタースピードはもうその字のまんまでシャッターを切る速さのことになります。カメラに1000分の1秒とか2000分の1秒と表示がされているのがシャッタースピードのことになります。例えばシャッタースピードが1000分の1秒と表示されていたら、
それはもう 0.001 秒というとんでもない速い一瞬でシャッターを切ることができます。で、反対にシャッタースピードが2秒になってた場合は、シャッターボタンを押してカシャン1、2パカッと撮りますので、ブレた写真を撮ることができます。それでは速いシャッタースピードと遅いシャッタースピードで撮った写真を見比べてみて、どんな違いができるのかを見ていきましょう。速いシャッタースピードで撮影した写真は肉眼で見たのと同じような感じで写っています。普通に滝の水が落ちてきているような感じですね。はい、でこちら遅いシャッタースピードで撮影した写真は水の流れがブレることで糸のような表現をすることができています。滝や波打ち際など水の流れはシャッタースピードを速くして一瞬を切り取ると迫力を表現することができます。で、反対に遅くすると水の流れを糸のように移して優雅さとかそういうのを表現することができます。撮りたいものに対して適切なシャッタースピードに設定しないと被写体ブレあるいは手ブレっていうのが起こってしまいます。例えば夜にお子さんとかお友達の写真を撮ろうと思って撮ってもなんかブレてしまって撮れなかったってことはないでしょうか。これはシャッタースピードが遅すぎることが原因となります。遅すぎた場合で撮られる方、被写体の方が動いてしまうのが被写体ブレで、カメラを持っている人がブレてしまうのが手ブレになります。これを防ぐためにはシャッタースピードを速くする必要があります。シャッタースピードを速くすることで人間の目には何が起こっているのかわからないぐらい一瞬の光景でも写真に写すことができます。なので公園で遊んでいるお子さんあるいはペット、あとスポーツをしているシーンとかを撮りたい場合はできるだけシャッタースピードを速くする必要があります。1000分の1秒とか2000分の1秒出てたら基本的には被写体ブレっていうのは起こらなくなってくると思います。で、シャッタースピードを遅くすることで今度は水の流れを糸のように表現してみたり、わざとこの遅いシャッターで撮ることで被写体のスピード感とかを表現することができます。流し撮り、聞いたことないかもしれないですけど、流し撮りっていう技術もありまして、それをするとただ走っている人の写真でも被写体だけはピントがあって背景は流れるようにブレさすことでスピード感を表現するという手法もあります。速くすればシャッタースピードを速くすれば、ブレをまず防げることと、あと水の流れとか波打ち際そういうところでは迫力を表現することができます。で、シャッタースピードを反対に遅くすると人間の目では、見ることができない水の流れのブレた状態であったりとかスピード感の表現であったりとかそういう独特な世界を表現することができます。ただシャッタースピードを遅くする場合は手ブレを防ぐために三脚を使う必要がありますので気をつけてください。覚えるべき専門用語3つ目は露出になります。露出は、簡単に言ってしまうとワンタッチで写真の明るさを変えることができる機能になります。カメラを設定する時の画面に、プラス 1.0 とかマイナス 1.0 あるいはプラマイ0といったパラメータが表示されているんですけど、それが露出値のことになっておりまして、プラス側に数字を大きくすると写真がどんどん明るくなっていきまして、マイナス側に設定すると今度は写真がどんどん暗くなっていきます。撮れる写真の明るさは絞り、シャッタースピード、ISO感度、この3つで決まってくるんですけど、この3つの関係性を理解するのはなかなか難しいです。そこで、手軽に写真の明るさを変えることができるのが露出になってきます。露出値をプラス側やマイナス側に変えるだけで狙った明るさになるようにカメラが自動で絞り、シャッタースピード、ISO感度の数字を整えてくれたり、
して明るさを自由に変えることができます。特にオードモードやプログラムモードではカメラが自動的に明るさを合わせてくれますし、露出を上げることでも素直に明るくなったり暗くしたりすることができます。で、絞り、シャッタースピード、ISO感度、これをまず覚えていくと、どうして写真が明るすぎるのか暗すぎるのかっていうのも分かってくると思いますので、この辺も理解した上で露出っていうのを勉強していくといいかもしれないです。覚えるべき専門用語4つ目は ISO感度になります。ISO感度を使うことで暗い場所でも速いシャッタースピードで撮ることができるので、手ブレ、被写体ブレっていうのを防ぐことができるようになります。ISO感度の数値は大きくなるほどカメラが受け取る光の量を増やすことができます。カメラのスペックで ISO100 からみたいな感じになっている場合は、ISO200 に設定するとカメラの受け取る量が2倍に増えます。ISO400 に設定するとさらに2倍といった感じになります。ISO感度を上げることでシャッタースピードを速くすることができます。なので、暗い場所で撮影したい時に三脚を持っていないのに手ぶれしてしまう、そんな場面でも ISO感度を上げるだけで三脚なしで手ぶれも被写体ぶれもせずに撮影できるようになります。まさに夢のような機能なんですけど、もちろん欠点もあります。ISO は電子的に無理やり光を増幅させていますので、ISO感度を上げるほど画質が劣化してしまいます。カメラのスペック値で、常用 ISO感度100から51200というカメラがあるとすると、その半分、ISO25600 ぐらいまでが許容できる範囲になってくるんじゃないでしょうか。もちろんそのマックスの ISO51200 でも撮ることができるんですけれども、写真にはノイズがザラザラと入ってしまいますので画質が劣化してしまいます。ただ動くものを撮りたい場合はもうシャッタースピードが命になってきます。でこちらの写真は、ISO2000 まで上げているので背景とかはザラザラしていると思います。しかしシャッタースピードを上げないと羽ばたいている瞬間とかとてもじゃないか撮れませんので、動き物を撮るときはもう画質は2の次にして躊躇なく ISO感度を上げてみてください。覚えるべき専門用語最後の5つ目はホワイトバランスになります。一言に白色と言いましても、ちょっと青みのかかっている白色とかちょっと黄色寄りの白色とかいろいろあります。カメラっていうのは人間の目ほど万能ではありませんので、環境によっては実際に見ている色と違った色で撮ってしまうことがあります。この色のズレを少なくする、あるいは後で補正するためのものがホワイトバランスというものになります。最近のカメラは非常に優秀にできていますので、基本的にホワイトバランスの設定はもうオートのままで大丈夫だと思います。それよりもホワイトバランスをわざと変えて、で全体をちょっと青っぽくしてみたりとか、ちょっと緑を足したりとか暖色にしたりとか、そういった形で、写真の表現として使う場合が最近では多いです。あとホワイトバランスを使う場面といえば、最近だとフリマのサイトが多くなっておりますけれども、ヤフオクとかメルカリとか、こういった時に商品の写真を撮るときはホワイトバランスの機能が活躍すると思います。カメラは人間の目と同じように写真を撮ることはできません。なので室内の照明とか壁紙の反射によって商品の色が微妙にずれてしまいます。でこの色の違いっていうのを調整せずに出品してしまうと、写真と色が違うぞっていうクレームにもつながると思います。なので、しっかりした写真の色を出したい場合はホワイトバランスで調整してあげるのがいいと思います。あれ、実際の色よりもなんかオレンジっぽく見えるなと思った時はホワイトバランスで青を足してあげると自分の目で見ている色に近くなると思いますし、あれなんか青っぽいなと思ったらちょっとホワイトバランスでオレンジより
暖色よりかにしてあげると実際の色味に近づけると思いますので、ちょっといろいろ試してみてください。はい、今回はまず覚えてほしい専門用語5つをご紹介しました。とりあえず項目だけ紹介したかったので、駆け足で説明してきましたけども、それぞれですね、絞りやったら絞り、ISO感度だったらISOのそれぞれの解説の動画っていうのを作りたいなと思っておりますので、またよろしくお願いします。で、今回紹介した5つの中で、優先的に覚えてほしいのは絞り、シャッタースピード、ISO感度、この3つだけでもですね、しっかり覚えていただけると写真のクオリティがぐっと上がると思います。この、3組の、関係で、写真っていろいろ決まってくるんですけど、初心者の時はね本当にこの意味がわからんです。なのでなかなか本で見たりしてもいやようわからんなと思うんですけど、実際にやってみると意外と分かってきます。なのでカメラの多分カメラ買ったばっかりとってオートモード使ってると思うんですけど、オートモードはとりあえずやめていただいて、大体のメーカーさんで A って書いてる絞り優先モード、絞り優先モードで撮ってもらうことで、この絞り、シャッタースピード、ISO感度の関係性が撮るたびに理解できるようになっていくと思います。なので、今回動画を見てくれた方はもうオートで撮ってる方、プログラムモードで撮ってる方っていうのは封印していただいて A モード、絞り優先モードで次からは撮ってみてください。干したらね、この辺で終わります。次は、絞りについて、絞りだけを解説する動画を作ると思いますので、またぜひよかったらそちらも見てみてください。それではまた次もよろしくお願いいたします。さよなら。